らっしゃいませ。This is です。あれですよね。いい動画を紹介できるって幸せなことっすよね。今回ね、しみじみ思うっす。それをいい動画でございます。で、テーマはオータムリーブス、枯葉秋なんで、それっぽいものをね、一本ジャズの動画を作ろうと、もうここ1ヶ月ずっと考えててこれ本当なんですよ。でもちろんね、マイルスのキャノンボールアダレでやった有名なアルバムとか、ビル・エヴァンスのポートレート・イン・ジャズですよね。スコット・ラファロとポール・モチアントの伝説のセッションの1枚目のアルバムで、しかもオータム・リーズはテイク2まで入っているっていうね。それは素晴らしい演奏だし、ただね、まあいいや。あと他にはね、ネットでちょっといい感じだったのは、チャット・ベイカーとポール・デズモンドの西海岸ジャズ、クールなやつね、ああいうのもいいなと思って本当は作りかけたんですけど、なんかね、もっとなんかあるんじゃないかってずっと探してたらあったんですよ。これを今回紹介させていただきます。エヴァ・キャシディのオータム・リーブスです。で、エヴァ・キャシディさんっていうのは全然無名のワシントン DC のローカルシンガーの方だったんですよ。はい。ちょっとアルバムは作ったかもしれないけど、全然特に売れたわけでもなく、で30歳の時に背中の悪性のほくろを取るってことをやっていたんですが、それから3年後に、亡くなります。メラノーマっていうね、皮膚がんですよね。これ僕よく知らなかったので、皮膚がそんなに悪いのかと思ったら、それはメラニン色素のがんで、メラニン細胞のがんで、割と小さいものができても、ある段階からこう体に転移を始めちゃうと、すごく予後が悪い重い病気にすぐ発展しちゃうやつだったそうです。で、彼女は30歳の時に一応そういう取り除くことをやってたんだけれども、それから2年3年後、1996年ですね。今回の動画は96年の1月のライブ映像なんですけれども、この冬のライブがあって、夏には腰が痛いということで、おかしいということで検査に行ったら、もう骨と肺に広がっていたと。で、9月に治療費のための事前コンサートに1回姿を見せたらしいんですが、追加の看護療法は効果がなく、11月2日に永眠されていらっしゃる去年33歳の方で、その段階でこの彼女の活躍を知ってる人は本当に地元のライブハウスの人たち、そこで結構聞いた人たちがファンになったり、今回もなんか収録が入ってるよとかねそういう話題、そのローカルな話題ぐらいしかなかった方なんですが、その2年後にね、亡くなってから2年後に、コンピレーションアルバム、編集アルバムが死後に発表されて、それが BBC ラジオでイギリスの放送されて、すごい話題になったらしい。で、2000年のクリスマスには BBC で彼女のライブ動画が放送されて、アルバムがチャートのトップに上り、どんどん上がっていったっていう事件を起こしてしまった。で、まだ続いている今年2003年3月には彼女の歌のテイクを利用してロンドン交響楽団によるオーケストレーションのバックミュージックがついたアルバム I Can Only Be Me がリリースされてらっしゃるということで、まだまだもう生前無名だった方、今になって注目を浴びてらっしゃる。
でね、いや、そんなのありかよ。今回の動画の収録の時にはね、本当にみんな、そういう思ってたらしい。なんか収録来てるけど、これが将来なんかね、売れたりすんのかね、とかでね。うちらでもありがちなんですよね。ライブ、僕も一回ライブの収録にだけど、これが将来なんかなんのかねみたいな話っていうのは、まあみんなしがちだし、このライブ会場でもそういう話をしていたっていうことが彼女のホームページにいろんな投稿の中で書いてありました。うちのお父さんはなんか収録が来てるってなんか興奮しちゃって後々このアルバムに声が残るように大きい声で応援しちゃったりなんかしてっていうかやってましたよとかって書いてましたね。もう何なんでしょうね、こうすっごく美しい声の方が癌で亡くなるパターンっていくつか知っていて、本田美奈子さんとか、あと河合恵里さん、これはアニメのアリアの美しいボーカルの方だったんですけども、こういうの何なんでしょうね。もう人生が終わるから最後の輝きとしてのその演奏が残ったのか、それともこの特別に美しい録音というか演奏を残すためには命を懸けることが代償だったのか、ちょっとわからないけれども、こういうパターンってちょくちょく目にしますけどね。でもなんかね、重みって悲しいけど最高に美しくて素晴らしいなって思うとこです。ちょっとね、歌詞についてざくっと説明しといた方がいいと思うので、オータム・リーブスオリジナルのシャンソンとは若干ね、このエヴァさんは歌詞を変えているようなんですが、その変えたバージョンで書き取りましたので、見てみてください。落ち葉が窓辺に積もります。金赤や黄色の落ち葉です。それはまるで夏の日のあなたの唇のよう、私は日焼けした腕で抱きしめたもの。だからこの赤い葉っぱが唇のようでいて、この金色の葉っぱが日焼けした私たちの裸の肌っていう方、この夏の素敵な思い出がカラフルな葉っぱに同調するわけですね。でももうすぐ古い冬の歌を聴くようにあなたが言ってしまってから日々が過ぎて、もうすぐ古い冬の歌を聴く、冬の曲を聴くようになるでしょう。もうそういう時です。でもまだ最愛だったあなたがとても恋しい、散りゆく紅葉を見ながら思うのですっていう感じで、ただ寂しいんじゃないんですよね。夏があっての秋なんですよね。こう新緑とか海での出会いとか素敵なものがいっぱいあった時の秋柿。ちなみに一つちょっと脱線させていただいているんですけども、この秋のね、秋物で有名なのが藤原定家の短歌ありますよね。ご存知ですか？見渡せば花ももみじもなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れ。これが何がすごいかっていうとですね、あるものを歌ったんじゃなくてないものを歌ってるっていうね、これがいかにもね、新古今和歌集なんですよ。万葉集って古い和歌集は素直に自然の情景を歌うんだけれども、だんだん古今和歌集、新古今ってきてテクニカルになってきてね、で藤原定家はこう目の前にないものを歌うことで、逆にね、ないからこそ逆になんかすごい紅葉、秋がバーッとこう襲ってくるっ
で、その秋の寂しさもそうなんだけども、いろんなことがあって、今はもう何もない秋の苫屋、まあ、海の小さな小屋ですな。海の小屋の秋の夕暮れ。これが、なんかね、人生そのものっていう、そこまで例えてらっしゃるっていうのがね、この定家の有名な短歌なんで、僕も好きなんで、ちょっとこういうのも知っとくといいなと思います。まあ何にしてもね、このエヴァ・キャシディさんのライブは短いけどすごいっす。これほど感動する動画をネットで見れるってね、もうそれ自体ね、そうそうないって言っていいぐらい素晴らしいモノクロですけどね、動画なので、ぜひご確認ください。ということで、よろしくお願いいたします。オータムリーブスです。もう一度歌はエヴァ・キャシディさん、オータムリーブス。よろしくお願いいたします。実施でした。ありがとうございました。